こんばんは。で、発達障害だったらどうしよう、不安、恐怖、恐れ、戸惑い。まあどうであれたけるはたけるだから、私は別に何でもいいっちゃ何でもよかったし。なんでそんなに無頓着でいられるの？こんばんは。たけるのパパとたけるのママです。はい。今まではたけるの成長の記録だったり、あとはたけるができることとかできないこととか、そういう動画をアップしてたんですけども、たまにはパパとママがどういうふうに感じてるかとか、どう考えてるかとか、そういうのがあってもいいのかなと思って、今日は番外編としてこのパジャマトークっていうのをやってみようと思っています。今回の動画ではたけるに初めて障害の疑いが出た時のそれぞれの気持ちとか、あとはたけるに実際に障害児としての診断が下りた時にそれぞれどう感じたかとか、そういったことについてお伝えをしていきたいと思っています。ここは多分ね、ここで全然違うんですよ。驚いた？聞こえじゃないかもって言われても驚かなかったの？最初はそんなことないでしょうねって振り向くって毎回声をかけると、振り向いてくれることはなくてもなんか話しかけたことに対して感じてくれてるのは感覚的にあったから、反応もあったからね、だから聞こえてないって言われたらいやそんなことはないでしょうと思ったけども、別にそう言われてそうなんだって、そういう人それぞれ意見はあるだろうし、それぐらいな感じでしかなかった。そうなんだ。ショックもなかったんだ、驚きとか。全然ない。へえっていうのは今でも変わんないけど、その1年後に最終的にこういう診断ですって言われてもそうなんだっていうぐらいで。それまでの間にさ、葛藤ってなかったの？不安だったり恐怖だったりね、戸惑いとか混乱困惑。いや、ない。全く。いや、どっちかっていうと気持ちに整理だったり、仮にそうだったとしても、そのまま何もないままに、気持ちに整理はつかないだろうから、そういういろんな人に見てもらったりとか、ケースワーカーに見てもらったりっていう形で、最終的にこうですっていう部分が、一旦自分のっていうか区切り、気持ちに整理をつけるきっかけになるだろうし、もちろんね、耳が聞こえないっていうことの疑問に対して、聞こえた方がやっぱりいいのがいいし、そういう中でそういったところをちょっと期待もしてた部分はあるけども、どうであれたけるはたけるだから、私は別に何でもいいっちゃ何でもよかったし、それに対して驚きも何もない。そうなんだ。誰かに相談したりとかもしなかったの？もしかしたら例えばね、ご両親とかまだまだご健在だし。いや別にだから私も不安も何もないから相談も何も何もないのよ。ここがね、ここが本当にもう揉めた。もともと主人と私はもう性格が全然違うから、それがねいいこともすごくあるんだけども、でもやっぱり私は本当に驚いたし戸惑ったし不安だったし、やっぱ見えないから、その発達障害が何かもよくわからないのに発達障害の可能性って言われて、じゃあたけるは小学校になったらどうなるんだろうとか、中学生になったらどうなるんだろうっていうのが全く見えなかったから、それがすごく不安だったし、だからもうネットとかでもすごい調べて、本もすごい読んで入れてたけど、逆に主人は全然そういうのやってないから、やっぱ最初は私すごく
怒ったというか、怒りが湧いてきてなんでそんなにこう無頓着でいられるのみたいな、父親って所詮そんなもんよねみたいな、責任感が全然違うよねみたいな、そういう話とかもしたよ。すんげえ怒られてる。そうなんで何も調べないのとか、なんでここに本が置いてあるのに手に取らないのとか、すごいね言ったよね。でもやっぱり後々になって分かったのは、主人はその障害者っていう人たちに対しての偏見とか先入観が全くないんですよ、元から。だから自分の子供がに障害があるってなっても、なんかそこに対してのマイナスな感情が全くなかったんですよね。だからこれだけ普通にそうなんだ、でもタケルはタケルじゃんでいられたんだけども、私はやっぱりあったから、先入観とか偏見が。だからあれだけこう不安になったりショックを受けたんだろうなっていうのは後々になって気づいて、なんかそう考えると、一緒になってあたふたする人じゃなくて、そういう一切のこう偏見を持たない人でいてくれたことがすごくありがたいなっていうのは感じてる。まあね、だってタケルが耳が聞こえないって分かったからじゃあ嫌いになるかって言ったらそういうわけじゃないし、障害だからって言ってその好きの度合いが減るわけでもないし、増えるは増えるよ、好きだから。ただそれだけのことだから、そう何でも良かったんだと思うよ。そうね。タケルがそのまんまよね。どうせ。そうですか。そうだ。そうですか。っていうぐらいで。私は正直やっぱり診断が下された時、自閉症と、知的障害がありますって言われて、で私はもう事前に調べてたから中度ですかって、軽度じゃないっていうのはなんとなく分かってたから、でも重度じゃないといいなっていう願いを込めて中度ですかって、どちらかというと軽度に近い中度ですよねみたいな、なんかそんな期待を込めて聞いたら、重度に近い中度ですっていうふうに言われて、でそれは今後その接し方とか環境次第で軽度にもなるんですよねって聞いたら、軽度にもなる可能性もあるし重度になる可能性もありますっていうふうに言われて、なんか知的障害を伴わない自閉症だと、そのアスペルガーとか、ね、ビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズさんとか、やっぱり世界の偉人って呼ばれてる人は結構アスペルガーみたいな風に言われてるから、なんとかポジティブに考えて、じゃあタケルも偉人になれるんじゃないかみたいな、アスペルガーだったら偉人になれる可能性あるんじゃんみたいな、なんかこう無理やりにこうポジティブに考えてた時期とかもあったんですけど、だからそういった意味でも知的障害がないことは最後の祈りみたいのが私の中であったんだけども、やっぱり診断で知的障害がありますっていうふうに言われた時は、そうかっていう、なんかこう分かってはいたけども改めてこう専門の人からそう言われると、やっぱりなんかズーンってくるものがあったな。でも私の目線で言うと、もう主人がまず、こういう人だから全然こうタケルに対しての接し方が変わらなかったし、主人のご両親もずっとタケルを可愛がってくれてるし、保育園もタケルに障害があるからじゃあうちではお断りですみたいなことには本当にならずに、むしろこうタケルに加配の先生をつけてくださったり、児童発達支援の先生とかとも出会えて、なんか本当に素敵な人たちと出会えたよね、ここまで。そうね。私自身こうタケルに、障害があるっていうのを分かったことで、もちろん不安とかショックはものすごくあったけども、でも
それ以上にやっぱりいろんな世界を知れて、その障害を持っているご本人、そのご家族、周りの方々の思いとか、そういったものを体験したし、本とかネットとかを見ていくうちにいろんな世界を知ることができて、こういう方々と今まで全然出会ってこなかったなって、こういう人たちが世の中にいて、みんなそれぞれすごく苦労してでも頑張ってらっしゃるんだなっていうのを知れて、やっぱ今までは障害を持ってる人たちに対しての、偏見みたいのがどこかですごく恥ずかしいんだけどもあったけども、今はもう街で障害を持ってる人を見かけると近づきたくなっちゃうっていうぐらい、私もすごく変われたし、社会に優しい人間になれたかなってちょっと思ってるので、そういった意味では本当にたけるが障害を持って生まれてきてくれたことですごく感謝をしています。まあやっぱり人の優しさみたいのを改めてこう感じるようになったというか、まあたけるがこうだからとかっていうんじゃなくて、してもらってることが当たり前じゃない中でやっぱりしてくれてることを改めて感じるんで、まあ保育園だけじゃなくてね、周りの人のそういう親切っていう部分をすごくこう改めて感じるきっかけにはなったかな。あとはね、まあたけるがやっぱり発達が遅い分、成長をゆっくりこういろんな成長に感じたり、一般的にはこうすぐねある日もうできちゃってることが、たけるはそれがゆっくり見せてくれる分、行ったり来たりするしね、そういうねなんかこう努力だったり頑張ってるっていう部分がたくさん見れる分、できちゃできないよりは、そこがやっぱり感じれるのが楽しいかな、見てて。そうね、ありがたいね、感謝でいっぱいだね。そうだね。じゃあこんな感じでちょっと終わり方がわからないので無理やり強制終了しますが、以上がパジャマトークでした。ではまた次のたけるの動画を楽しみに待っててください。ではおやすみなさーい。 Thank you. Bye bye.